どうもブロです。今回は曲げ試験がある墨肉溶接の資格 S フィル FVH やっていきます。曲げ試験があるのでやり方に少々工夫がいります。ネットでも情報はありますが、ネットにはないコツも話していこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。組み立てジグは 6mm で作りました。6mm の鉄板の上に 6mm の平鉄を取り付けしてます。両サイドですね。真ん中に 9mm の裏当て金を乗せて2枚の溶接材料を設置します。寸法は実と同じですね。真ん中は 25mm 開けます。組んだ時に 25mm ないと本番の時やり直し食らいます。 25mm の平鉄を挟めば簡単ですね。仮付けは実質試験と同じですね。 150A でやります。取り付け高さはあまり高くしすぎると腕がプルプルしちゃうので、そうならない高さに合わせます。逆歪めを少し取っている状態ですが、脚長を 7mm ぐらい出すと溶接後まっすぐになります。審査基準はこんな感じですが、会場の審査する人に優しい人厳しい人が存在するので、多少は運が良ければおまけしてくれるかもしれませんが、練習の時から完璧にできるようにはしておきましょう。続いて曲げ位置はこちら。表曲げはありません。ウィービングはこんな感じで角に集中して狙い、脚長を出すために右下左下に振ります。分かりやすいようにピッチは粗めに書いてますが、ビードがこのように波打つようになってしまう方はウィービングピッチをもっと狭くしてプールを揃える意識でやってください。それでは溶接始めます。アークタイムは約2分くらい。クレーターのへこみがないように注意しながら切り盛りします。反対側はやりやすい位置にずれて溶接します。次は手の動きに注目してみましょう。握り方や左手の支え方は人それぞれですが、端部が近づいてきたら僕は左手の親指をガイドにしてやっています。端部を盛るときは徐々にトーチを下に向けるように盛るとうまくいきます。まあまあですね。スラグを落としてから審査員に外観検査してもらいます。審査が通った場合、次に重点溶接していきます。溶接後、溶接材料がだいたいまっすぐになっているので、角変形が5度を超えないように高速板を必ず削除部分に取り付けます。途中で仮付けが剥がれて角変形が5度を超えてしまっては本末転倒です。スラグをきっちり取った状態から始めますが、裏当て金は 9mm なので電流を 280A 以上上げます。必ずビード際をアークでしっかり狙い溶かします。裏曲げでたまに落ちてしまう方もいるみたいなので、この作業は気が抜けません。一元使用し 280A に合わせ手が疲れるのでクレーター機能も使用します。クレーター電流は 200A でやります。この先は裏曲げをするために表まで埋めるだけなので多少雑でも問題ないみたいですが、最終パスは熱が入ってへこみやすいので、これからパスをさらに持っていきます。ちょっと雑すぎました。真ん中にビードを置くと見えやすくなり、ビードがへこみにくくなります。
あんま綺麗につけませんでした。最終層は3発仕上げでやるのもありです。やり方はこちら。振る範囲が広いとやりにくいって方は、重点1発目が終わったらこんな感じで1層ごとに3発に分けるとやりやすいかと思います。発数が多いと熱も入って真っ赤になってしまうので、スラグ取りながら冷ましながらやるといいと思います。あとは清掃して高速板を外して仮付けをグラインダー処理し提出してください。裏手の焼けはバッチリですね。これは曲がります。続いて基本球の下向きやっていきます。こんな感じで45度になるように溶接します。角度はこのくらいでしょうか。このくらい起こすと角とかしてしまう可能性があります。少し前進方かまっすぐぐらいでやった方がやりやすいです。右利きの人は左からやると狙い位置が見えにくいです。あまり倒して交代法でやることはこの資格では推奨されていません。それではやっていきます。下がいい例で上がダメな例です。上側のビードはオーバーラップ気味ですが外観は通る範囲です。重点溶接で溶かしにくいのでなるべく下側のビードを目指します。このように角とかしたら失格です。下向きは座ってやると肩を上げて角が見えにくい印象があります。やってみてやりにくかったら立って中腰でやるとやりやすいかもしれません。それと脚長が 5.5mm のギリギリしか漏れていなくて溶接後角変形が5度を超えてしまっている場合はまっすぐになるまで高速板をつけないで重点溶接して様子見てから高速板をつけるといいと思います。こうならないように練習した方が間違いありませんが、もしもの時の秘策として紹介しておきます。続いて横向きはこんな感じです。下向きと同様にトーチはまっすぐか若干前進法で行います。このように角度をつけすぎると曲げで折れるので注意。まっすぐか少し前進法で45度になるように理想はワイヤーを角に合わせます。それではまずダメな溶接からやっていきます。クレーター電流は 170A くらいですが、高く感じるなら 160A ぐらいに下げてもいけます。続いて正しいやり方の溶接始めます。脚長はだいたい 7-8mm ぐらい漏らされました。クレーターが少しへこんでますがギリギリ大丈夫ですかね。角とかしそうでした。こんな時はクレーター電流を少し下げるといいです。このくらいのへこみで 0.5mm くらいへこんでいます。合格ラインですね。クレーター処理中にバチバチ言わないように突き出し長さを短くして電圧の微調整は必ず行ってください。本番前にテストピースで必ず調整してください。この四角はパス方向はこうなっても同一方向でも大丈夫です。ただし1本のビードは端から端まで1個と削除部分でつないだりしてはいけません。角を溶かさないようにうまく溶け込ませるには前後に振ること。フルペネもそうですが、しっかり内部を溶け込ませるにはアークよりプールを先行させないことは基本中の基本。クレーター処理は難しい作業です。自分に合った電流電圧を見つけてやり込んで体で覚えましょう。この資格を受けると AW 検定の A 種隅軸が免除になります。また A 種を受ける方は縦向きと水平溶接は参考になると思います。やり方がいまいちわからない方や隅肉溶接で強度を出したい方は少しでも参考になると幸いです。
それでは次回は皮膚科学溶接の A の 2F を他にはないやり方で紹介していこうと思います。ご視聴ありがとうございました。